よし。はい、こんにちは。札幌で陶芸やってます橋本忍です。今日はですね、朝鉢を作っていこうと思います。朝鉢の作り方についてね、紹介していこうと思います。朝鉢、どんな形かと言いますと、実は、今もうね作っちゃったんですよ。先にね先に作って撮ってありますんで、ちょっと撮影の順序がね逆になりますが、こういうもんです。こういう感じの朝鉢、これを作っていきます。これの作り方をね紹介していきますね。でこれは直径が28センチで深さが7センチという感じの鉢ですね。僕はこれを朝鉢って呼んでます。で形はこうシュッとした感じの、底が狭くてこう逆三角形の感じですね。こういうデザインの鉢を作っています。で、これはですね、焼き上がりで24センチぐらいになる予定です。なので、24センチの、注文でろくろで引く時にはまず28センチぐらいで引きます。そうすると、僕の使ってる粘土だと24センチぐらいの鉢が出来上がる感じになってますね。使うのがねこのトンボ、あらかじめトンボを作っておりました。28センチの深さが7センチ。使った粘土は1.3 キロ1.3キロの粘土を1個引きでこういう形で作っていきます。ちょっと難しい感じもあるかとは思うんですが、皆さんもね多分練習すれば何回かね、10個とか20個とか作れば多分作れるようになると思います。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあやっていきましょう。今回使うトンボはこれですね。直径が28センチですね。で今回ちょっと、考えたいのがここの距離ですよね。縁じゃないなんて言うんだろう、見込みの広さなんだけど、ここが何センチあるかってことを一応じゃあ測っておりますね。16センチでこれぐらいの長さになります。これをちょっと覚えておきます。よし、じゃあやっていこう。今回の鉢の場合は底が狭いので、まずねこの土殺しで割と縦長にしていきます。もう底狭くていいので、その狭い状態に近い状態の土取りにしておきます。まずはねしっかり土殺しをして、この土殺しはただ単に中心を取るっていうんじゃなくて、僕は粘土の流れを均一にしてるっていうかね、目を整えてるっていう、そういうイメージでやっています。そして今回は底の狭い器を作るので、さっき言ったように形ある程度細い感じにしますね。こんな感じ。広い鉢を作るんだけど、やっぱスタートは割と背高くしちゃいます。朝鉢を作るんですけど、背を高く土取りしております。そしてここからじゃあ作っていきます。でこれねそんなに急いでとかなんか上手に作ろうとか、まずはそういうことを考えず、
丁寧にね、今何をやってるかっていうのを理解しながらやるっていうのが大事かなと思います。ぐーっと指を突っ込んで、じゃある程度下の方までいったんで、そこの厚みをね測っていきます、針で。今回はそうですね、この針の出代分ぐらい、1センチちょっとぐらいのそこにしたいなと思いますんで、それぐらいまで掘っていきます。このぐらいでいいかな。そしたらこれちょっとね見えにくいと思うんですけど、今そこ500円玉コイン1枚分ぐらいの感じの広さです。でそのまんま上にまずは伸ばしていきます。広いね鉢を作るんですけど、おっとずれちゃった。これね今僕石膏板のとこの吸水スポンジシートの組み合わせでやってるんで、ちょっと負荷がかかりすぎるとこうやって取れちゃうことがあるんですよね。でもこれ普通の亀板とかね、そういう、あと直接ターンテーブルに直接とかでしたら別に問題ないので、こうなるとねちょっと中心が微妙にずれちゃったりしてねやりづらいんですけど、そこは一応プロなのでなんとかリカバリーしていこうと思います。はい、じゃあまた下から引き上げていきます。もうただ単にまっすぐ引き上げます。これはね以前大きな皿作るとか、カップ作るとか何でもいいんですけど、何作るんでもそうですね、基本はまず上に引き上げると。でさっき測ったこの長さですよね、この長さ分以上高くします。なので、さっき測った感じだとここからここら辺までだったので、ここら辺まで来るぐらいの高さまで引き上げていきます。まずは浅い鉢だからといってそのまんま横にね広げていくとバランス崩して最後倒れちゃったりしますので、まずは上に向かって作る。あと今ね全く真上にこうやってまっすぐ上げてますけど、ここまでじゃなくてもいいかもしれない。もうちょっと広めにこう斜めにね。ただ狙いの形よりはまず上向きにっていうのが大事だと思いますね。粘土は上向いてる間はコントロールできるけど、横を向いたりしてくるともうコントロールしづらくなっちゃいますんで。
あと気をつけることといえばですね、薄くしすぎないことですね。この状態から最終的に倒していきますね。倒していくともうそれだけで薄くなりますから、これをゴーンと広げるだけでね薄くなるんで、だいぶいい深さになりました。でもちろんこれ上の方が薄くしやすいですよね。で下の方って薄くしにくいですね。だからそこは頑張って下の方の肉をなんとか上に持っていく感じ、下の方を薄くする感じ、薄くしすぎないのは大事なんですけどね。でこうやって上向きに作ってるうちはこの厚さのムラとか感じやすいですよね。すごい感じやすいんですよ。横向きに作っちゃうよりはすごい感じやすいので。でそうなったというか、じゃあこれでこれちょっと使ってみようかな。これ今外ゴテにしてますけど、もちろん内ゴテでもいいと思います。これね、コテとか使うとまた厚さのなんていうのかな、厚さの感じがねなんかつかみやすいんですよね、指単体より。僕はそんな感じがしてます。はい、今ね深さがね結構ある。これぐらいに来たんで、じゃあこのまま倒していけば縁としては足りるんじゃないかということですね。今厚みもねそこそこまだあります。そこそこあるんだけど、ちょっと今ここら辺ちょっと気持ち熱いから整えます。いいかな。そしたらこの状態でこれを広げて鉢にしていきます。でどうしようかな。普通のコテ使おうか。こういう普通のよくあるコテを使ってやりますかね。あとは手、単純にまずこう腹の方からね広げていく。この時も別に一気にね広げる必要ないですから、何回も繰り返して少しずつ倒していけばいいですよね。でこれ今外側の指当ててますが、そんなになんていうんだろう、薄くしてる意識はないですよね。ただ当ててるだけ。薄くしなくても広がってくれば勝手に薄くなりますから。あんまり力は入れないで優しく広げていきます。慣れてきたらね少ない手数でどんどんできると思うんですけど、最初はもうこうやって少しずつ焼いていけばいいんじゃないかと思います。
ね、今今ちょうどこの長さと壁の長さが一緒なんで、このまんま広げればちょっと足りないかな足りなくなっちゃうんですよ、ジャストだと。まあここからは気持ち整えつつ薄く若干ね、若干薄くしていこうかな。短くならないように。はい、少しずつ広がってきました。焦らずやっていきましょうか。まあ、普段はもうちょっと少ない手数でやるかな。でもやっぱこう丁寧にやるといいですね。薄くなってきましたよ。まだペラペラって感じではないですけど、まあ薄くなる予感がする感じにはなってきましたよね。たまに縁がね、下手すると破けてしまう可能性があるので、縁たまに締め直します。で、現状まだこんな感じでね、高さは全然あるんだけど、まだ径が足りてません。これを広げていけば径がちゃんと合ってくるはず。はい、じゃあまた下から一応ね、今ね、外側の指はどうなってるかっていうと、伸ばせたことじゃないんだけど、こう広げてくるにあたって、なんていうのかな、外がね、肉割れしてくるんですよねそれを抑えてる感じかな。肉割れを抑えてるっていう、そんなイメージかな。でまあ形によってはね、これで終わっても別にいいとは思うんですけど、今回はまだ浅くしないとダメなので、あとまだ幅もね、径も足りてないので、ちょっとどうしようかな。今度は外から行ってみようかな。安定してますね。現状すごく安定してますね。下からいっか。はい、だいぶ薄くなってきました。今こういう感じで、直径が、上下1センチ 1.5 センチぐらい足りないかな。だから全部で3センチ、高さもまだ3センチ以上余ってるんで、もうちょい広げないとダメですね。
よいしょ。お、だいぶ近づいてきました。でもまだいかないだなね。まあ形としてはねこれも綺麗なんだけどね。まあでも今回作るのはもうちょっと浅く広くなのでもうちょい攻めます。まあでもこんぐらいの形も綺麗だよね本当に。よいしょ。ここら辺からねちょっと全体のカーブの感じをね考えながらやんなくちゃいけないかな。でこう外側に来たらろくろの回転を少し遅くします。同じスピードで回ってるとちょっと負けちゃうんでね。お、今 K はいいとこです。 K はいいとこなんだけど高さがちょっとまだ高いですね。そしたらどうしようかな。若干切って下げるか下げてからいや広げてから切るか。ちょっと怖い感じになってきちゃったな今ねここら辺がちょっと、逆反りになってるんですよね。逆反りにしすぎた。逆反りになるとやっぱ倒れてきてね落ちてしまう可能性高いですよね。今回の鉢の僕のイメージ的には割と直線的に広がっていくっていうのがいいかなと思ってます。こんな感じ。K はいいとこであと高さがまだ1センチぐらいあるかな。怖いね。じゃあちょっと切ります。5ミリぐらい。5ミリぐらい切ってそして全体をもうちょっと広げる落とす。あまりね回転数上げると落ちてしまうのでね。
くり回していきます。さあどうでしょう。お、いい感じだ。いい感じです。そしたらちょっとそこのあたりがね、そこのあたりもうちょっときれいにしようかな。これ本当はね、もうちょっと早い先の段階でね、そこをちゃんと仕上げといて、ここではもうあんま触りたくないんだけどね、そこがちょっと荒れちゃったんで今直しております。よーし、いいかな。はい、ぴったり。よし、一応さらっと。もうね、おっかないからね、あんまりブンブン回せないんですよね、ここまで来るとね。よし、完成。これで28センチの浅鉢ができました。どうでしょう。よし、ああ、よかったよかった。はい、完成。はい、ということで、浅鉢ができましたね。今回のポイントですね。ポイントとしてはですね、まず、最初にこの底が狭いもんでね、なんせ底が狭いもんで、土取りも最初のスタートも細長いところから始めると。そしてまっすぐ上に引き上げて、その時にこの、縁の長さですね、これがこのまま上に来ると思って結構長めに、ここの距離、中心から縁までのこの距離を上にして、それからちょっと長いぐらい、そこまではまずは引き上げていく。で、薄くしすぎない。で、その後それを広げていくと。広げれば勝手に粘土は薄くなりますんで、そんな感じですかね。そういう手順でやったらいいと思います。ポイントはそんな感じです。で、これはやっぱり簡単じゃないとは思うんですよ。やっぱりこの動画を見てその通りやったからって言って簡単にできるって感じじゃないので、やっぱり繰り返しね、練習することが大事だと思います。最低でもね10個や20個ぐらいは作るとだいぶ手に馴染んでくると思いますんで、はい、そんな感じで諦めずコツコツと練習していってくれればいいかなと思います。はい、じゃあこんな感じで今日は浅鉢の作り方について解説してみました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。